はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日はちょっとね、目がすごいね、今日ドライアイでもう普通に開けてられなくて見えないので、ちょっとメガネをね、かけながらさせていただきます。ちょっと反射がごめんなさいね。はい、今日なんですけども、今日はね、皆さんどうですかね、体調の方。ちょうどね、50代の女性っていうと、やっぱりね、更年期のね、症状でちょっと苦しんでる方とかも多いんじゃないかなと思って、今日は更年期についてお話ししていきたいと思います。ただね、私が今まで更年期について全く話してこなかったのは、私がね、全くその症状がね、ないんですよ。本当にね、ラッキーなことに、ホットフラッシュですとか、メンタルのね、アップダウン、ちょっとイライラしちゃったりとか、ちょっともう本当に毎日悲しくて泣いてるって方もね、なんかよく聞く症状ですよね。あとは、眠れないとかね、本当に辛いと思います。本当にね、大変な症状に悩んでる方多いと思います。ただね、私が本当にね、ラッキーなことに、全くそういう症状がね、自覚が全くないっていうことでね、ちょっとお話しするのも何かなと思って、このテーマについてはね、ちょっと避けてきた部分あります。私の友達でもね、本当に、前はすごい穏やかだった人なのに、ついこの間会ったらね、もう、なんか私が一言言うともうそれに対してね、キーって反論してくるような、この人こんな人だったっけみたいな、同い年のね、友達だったんですけれども、あんまりにもね、彼女自身も自分がね、もうほんとイライラしてすごい凶暴になってるらしいんですよ。もう何に対してもわーって反論したい。もうクレイジーになっちゃってね。で、もうお医者さんに言って、女性ホルモンを補う薬みたいなのをなんか出してもらって、やっと最近落ち着いたよとは言ってたんですよね。ただ、私がね、あんまり薬も飲みたくない。サプリとかもね、あんまり好きじゃないので、そういうのに頼らずに、どうにかしてね、そういうのが緩和できる方法ないかなと思って、自分のね、生活も振り返りつつ、なんで私こんなにね、更年期の症状ないのかなと思って、調べてみました。自然にね、暮らしの中で更年期の症状をね、和らげる、私が実践している生活の中のね、習慣を6つ、7つかな、お話ししていきたいと思います。本題に入る前に、まずね、更年期って何かなっていうことについて簡単に説明していきたいと思います。皆さんね、もう知ってるよっていう方もいらっしゃると思いますが、ちょっとお付き合いください。更年期とはね、閉経。なんかちょっと私もあったりなかったり、たまにね、忘れた頃にやってくるみたいな。まだ完全に終了してはいないんですけど、ほぼもう終わってるかなっていう卒業っていう感じになっております。そうね、閉経を挟んだ前後、10年、長い。その10年間が更年期と呼ばれる、時期だそうです。この時期はね、女性ホルモンのエストロゲンっていうのが急激にね、やっぱり減少することで、メンタル、体両方にね、様々な現象が起きます。代表的な症状としては、顔がほてったり、発汗、急にバーって汗ね、熱くなっちゃって止まらない、ホットフラッシュ。あとはね、もうメンタルがね、イライラしちゃって、私の友達みたいにね、イライラしちゃって、もう本当に泣いたりとかね、怒ったり、不安感、あとはそれに伴ってね、不眠、寝れない、それは本当辛いと思います。あとはね、体調、血行が悪くなるからかな、肩こり、様々節々関節が痛い、めまい、疲れやすい、何もやる気が起きない、そういう感じのね、心身ともに影響が出てきます。症状はね、人によって様々、本当にね、これはあるけどこれはない。私みたいに、ね、症状全くないっていう方もいれば、全部ある。もう本当ひどくてね、もう働いたりね、外に行ったりとかもできない。そういう方もね、いるかもしれません。もう人によってバラバラです。じゃあなんで私はね、更年期症状全くないんだろう。自然にね、女性ホルモンを補う、そういう習慣っていうのをね、調べてみました。
それでね、私がやってることに当てはまるものがね、あったので、お教えしたいと思います。まず第一に、しっかり寝る。はい、私はね、もう寝るの大好きです。もうとりあえず寝てます。あんまりね、お昼寝はするタイプではないんですけれども、夜はね、なるべくほんと10時過ぎ、10時半、11時までには寝たい。本当に。もうね、目が開かなくなってきちゃうので、それぐらいにはね、ベッドに入って、寝る準備をします。でね、起きるのはだいたい8時ぐらいとかですね。なので、だいたい9時間ぐらい。平均的に9時間ぐらい寝てるかな。すごいよね。みんなね、寝れなくなるって言うんですよ。年取ると寝れなくなるって言うんですけど、私は年を取れば取るほどね、なんか冬眠するみたいな感じでもう本当にずっと寝てます。そう。寝ることでホルモンのね、バランスの回復、あと自律神経が整ったりとかね、免疫力のアップ、回復力なんかもね、高まるということなのでね、やっぱり寝るっていうのはね、充電と一緒なので、携帯のね、充電しますよね、皆さんね。で、私たちの体っていうのはね、だんだん衰えてくるので、バッテリーが衰えるのと同時にね、充電をする回数っていうのはやっぱり増えていきますよね。そうしないと、やっぱりバッテリー切れすぐ起こしちゃうようになるので、それと一緒でね、ぜひよく寝れるように心がけましょう。あとはね、お酒を飲まない。私はね、お酒も、タバコもやらない。お酒はやっぱり大学生になったらね、自分がお酒が飲めない体質だっていうのはね、気づかないでやっぱコンパとか行くわけですよ。いや、鍛えれば大丈夫だよって言ってね、若い時はね、結構頑張って飲めるようにトレーニングしようと思ったんですけど、どうにもこうにも体にね、合わないみたいで、20代後半から30代ぐらいの時にね、30代に入ったぐらいもう諦めました。飲まない。飲みたくない。もう本当にジュースで大丈夫なんで、テンションはね、皆さんについていけるんで、いつもね、ウーロン茶なんかでね、場をしのいでおりました。そう、お酒はね、やっぱり肝臓とかへの負担もあるね、内臓に負担もあるし、女性ホルモンのね、代謝をやっぱり悪い影響があるということなのでね、やっぱりね、お酒は控えた方がいいみたいです。あとね、タバコに関してはね、もっと女性ホルモンに影響があるっていうことがね、実際に結果が出てるようなんですよね。エストロゲンの分泌をね、抑えるっていうね、タバコには悪い影響があります。エストロゲンっていうのは女性ホルモンですけれども、それをね、タバコを吸うことによって、ホルモンのバランスが崩れやすくなって、更年期症状がね、重くなったりするっていうね、ことも研究結果として出てるそうです。あと、喫煙者は非喫煙者に比べて平均して1、2年ほど閉経が早いなんていう研究結果もあるそうです。あとはね、骨密度の低下、あと血流の悪化、女性ホルモンの低下に加えタバコによる血流悪化で肌や体調にも影響が出やすいということでね、百害あって一利なしなのでね、やっぱタバコはね、若い頃から吸ってる方っていうのは更年期に関してちょっと悪い影響がね出てる可能性もあります。私はタバコもお酒もやっておりません。あとね、これはね難しいかもしれませんが、嫌なことはなるべくしない。これはね、私本当に生活の中で心がけております。そんなこと言ったって仕事とかで嫌なことしなきゃいけないじゃんって、人との付き合いもあるしって思われる方もいると思うんですけども、それって必要ないんですよ、本当は。前はね、日本にいる時は本当に嫌なこととかもうこれはお金のためだと思ってね、やっておりました。でもね、その結果免疫不全の病気になったりとか、いろんなねメンタルとかにもね影響があって、でそれの結果、仕事がね、続けていけないような状況になりました。体調がね悪くてね、もう体中痛くて、でアメリカに移住してきて、もう決めました。嫌なことはやらない。でね、お仕事に関しても私はね、今は本当にやりたいことだけやるそう決めております。なのでね、いくらお金がいいからといってもう本当にね、自分を追い込んで
やらなきゃいけない、自分がやりたくないものを無理やりやるっていうことは引き受けないことにしております。もしね、引き受けたとしても、自分が嫌なことってね、結果的に自分に返ってくるんですよ。いい結果を生まない。もう本当にね、それはね、もう実感しているので、やったところでいい結果を生まないのは分かっているので、もうやらないです。そう、もうね、50代になったらそれぐらいやってもね、大丈夫だと思います。好きなことを根を詰めて苦労してやるっていうのと、嫌なことを無理やりやるっていうのはね、違うんですよ。好きなことは根を詰めてやったとしても、それは辛いっていうか苦労っていうよりは、楽しいね、達成感につながるんですけども、本当にね、嫌なことを無理やりやると、それはもう拷問でしかないので、メンタル的にもね、肉体的にも全くいいことありませんので、それはやらないようにしましょう。それもね、ストレスホルモンっていうのが女性ホルモンを抑える、更年期を悪化させる結果につながるみたいです。好きなことだけやって生きていったら本当にいいことしか起きないので、皆さんトライしてみてください。あとはね、自然とつながる。私もね、東京にいてね、忙しく仕事してる時は空を眺めたりとかね、緑を見たりとか、そういう心の余裕が全くなくて、ニューヨーク来た時にアメリカの空ってすごい綺麗だなって思ったんですよ。空気が違うっていうのもあると思うんですけれども、どうなんですかね、どっちの空気が綺麗なのかな。うちの旦那さんは日本に行った時に日本の空がすごく綺麗だって言ってたんですよね。なのでもしかしたら日本の空って綺麗なのかもしれない。特に私が住んでるね、ニューヨークよりも綺麗なのかもしれないけど、私はね、それを眺める余裕がなかったので、夕焼けのね、空の色とかが本当にね、素晴らしいなって、こっちに来てすごい毎日のようにね、空を眺めたりとかして、そういうのをね、感じております。そういうのをね、するとやっぱりね、心の余裕ができるっていうのかな。あとはお散歩してみたりとかね。うちはね、結構ニューヨークでも郊外に住んでいるので、近所にね、広大な森とかね、自然がたくさんあるんですよ。でね、たくさん珍しい真っ赤な鳥とかね、あとはフクロウなんかもいますし、キツネなんかもね、よく見ます。ニューヨークとかだと普通に街の中にね、リスがいたりとか、そういうのも多いんですけど、そういうのなんかね、本当に自然の動物とかと触れるね、機会っていうのがね、すごくあって、そういうのでね、自分の自律神経が整うっていうのかな。東京でもね、公園に行って木々に触れるとかね、そういうことだけでもいいかもしれません。ぜひね、そういうところに行ってちょっとだけね、深く深呼吸することによってリラックスしてね、自律神経が整うと更年期の症状もね、ちょっと良くなるかもしれません。あとはね、食べ物に気をつける。そうね、私はね、結構添加物はなるべく取らない。あとは甘いものがね、大好きすぎて毎日ね、すごい鬼のようにとっていたのを、最近はね、糖質に気をつけてね、甘いものはあまり食べないようにしております。やっぱりね、食事のバランスっていうのがやっぱり体にはね、直接作用してくるので、その気をつけたいところですよね。更年期にいいとされる食品っていうのもあります。まずね、発酵食品、お味噌とか納豆、あとはキムチとかですよね。発酵してるもの、結構ね、いいと言われております。腸活。腸っていうのは本当に脳と直結してるので、やっぱりメンタルをね、整えるのにめちゃめちゃね、大切なんですよね。あとは和食中心にしたね、ものっていうお魚。それで発酵食品もそうですよね。お漬物を食べたりとかね。あんまり油っぽいものを食べない。揚げ物を取らない、そういう風にねしていったら、食事で女性ホルモンが整えられるそうです。あとね、オートミールとか野菜をたっぷりとって食物繊維をたくさん摂る。あとはね、間食もね、ナッツやドライフルーツ、特にねドライフルーツなんかはね、更年期にねいいと言われております。イチジクとかね、
あとは干し柿、あとは私の好きなプルーンとかもね、そうですよね。そういうのも結構ね、ホルモンのバランスを整えてくれると言われております。あとね、女性ホルモンを補うのに豆乳いいよってよく言われるんですけども、豆乳とかね、飲みすぎるのはやっぱり良くないので、あんまりね、急に外からそういう女性ホルモンを補うようなものを取りすぎると、女性系のね、乳がんですとか子宮系のがんになりやすいとも言われてるので、あんまり過剰にね、そういうものを摂取するっていうのはやめた方がいいかなと思います。そう、こういうのをね、自然と食べ物からね、取って植物性のエストロゲン、女性ホルモンの代わりになるようなね、ものっていうのを穏やかに補ってくれると思います。これはね、私、好きなね、食事のバランスっていうかね、更年期に限らず私は毎日こういう風な感じで食事は心がけております。それもね、良かったのかなと思っております。定期的に体を動かしている。運動習慣をつけるってことですよね。運動習慣はね、そんなにね、激しい運動をしなくていいんです。もう本当に、10分ぐらいね、外を散歩するとかでもいいですし、雨の日とかでもね、軽くストレッチしてみるとか。私は週末ハイキングにね、結構行ったりして、10キロぐらいね、山の中を歩いたりとかしてるんですけど、そんな10キロ歩けないって方もね、たくさんいると思うので、簡単なね、私が出してる10分ぐらいのね、運動とかでもいいです。本当にゼロよりはやった方がいい。そして習慣化するっていうのがね、やっぱり一番大切です。運動を何がいいかっていうとね、運動すると血流が良くなるっていうのもありますし、筋肉がね、やっぱり年とともにどんどん衰えていっちゃうんですよ。で、筋肉が衰えると骨密度も下がる。ね、血流も悪くなる。血流が悪くなるとやっぱりね、全身に空気が回らなくなるので、体の動きも悪くなる。機能も悪くなって、もう全部がね、悪い方向に行っちゃうんですよ。なので、激しい運動ね、マラソンをやれっていうことはね、全くなくて、ちょっとだけでも、ウォーキングしたりね、ストレッチしたり、10分ぐらいのね、運動、筋肉を衰えさせないっていうことがね、やっぱり一番の、アンチエイジングになるのでね、それはアンチエイジングイコール体の機能を整える、ホルモンバランスを整える、メンタルを整えるっていうことにもね、直結していきます。それもね、更年期にね、とってもいい生活習慣だっていうのをね、聞いてね、また全部私じゃんって私は思ったんですけど、だそうです。なのでね、皆さんもぜひ生活に運動の習慣を取り入れましょう。あとは、私がね、このチャンネルを立ち上げた時の、スローガンというかね、テーマ、女性性を大事にする。もうね、50だから、もうおばちゃんだから、女として終わってるから、そう思ってね、女性であることを諦めてる方いませんか？私の視聴者さんはね、そういう自分がね、女性として諦めたくないと思ってね、このチャンネルを見てくださってる方も多いと思うので、あんまりいらっしゃらないかなと思うんですけれども、それもね、すっごい大事なことなんですって。そう、もう女性を諦めない。すごい匂いに癒されたりとか、例えばね、でおしゃれをしてメイクアップで綺麗になって、すごいふわふわっとキラキラっとしたね、気持ちになるっていうのはね、本当にね、更年期にも効くらしいんですよ。自己肯定感を高める。諦めないで、やっぱりね、自分はいつまでも綺麗だと、綺麗にしよう、綺麗でいようって思うっていうことはね、やっぱりすごくね、大切になります。こういうことでね、ホルモンのバランスっていうのがすごく整う力となります。もちろん体質とかね、環境によって本当に辛い症状で悩んでる方っていうのもね、多いのでね、そんなこと言ったってね、できるわけないよって、そういうネガティブに考えてしまう、やっぱり精神状態のね、方も多いかもしれません。そんな時もね、薬に頼らないとダメって決めつけないで、ちょっとね、心に余裕を持ってっていうか、ちょっと試してみようかなくらいの軽い気持ちでいいんですよね。ちょっ
とだけトライしてみてください。自分を責めないで、できないからってね、私って本当ダメだとか思ってね、自分を責めない。なんで私ってできないんだろうって、それでね、ちょっと焦るような感じ、そういうのもね、持つ必要はありません。あとはね、もう本当にそうに、わーってぐるぐるぐるってメンタルがね、やられちゃった時は、本当寝てください。休んでください。立ち止まっても大丈夫です。あとはね、もう本当好きなことをする。もうこれが一番の気分転換になります。好きなアニメを見たり、私はね、もう本当に好きなアニメを見たり、本当好きなね、アイドルのライブビデオを見たりとかね、歌を歌ってみたりとか、ね、推し活なんて本当にいいことしかない。本当に。外にも出れる。幸せホルモンもね、もらえる。あとは運動もできる。もう推し活しましょう。本当にね、もう甘やかしてください、自分を。自分にね、厳しく、頑張り屋さんの人であればあるほど、やっぱりそういうね、症状っていうのはね、重く出てきちゃうので、もう甘やかしてください。もう自分をね、もう全部ね、一気に変えようと思わなくても大丈夫。ただね、そういうことをちょっとずつでもね、生活に取り入れることで、体調がね、もしかしたら良くなっていく可能性が、本当目覚ましく急にね、今日やったから明日良くなるってことはね、決してないんです。ただそれはもうコツコツ小さなことから積み上げてね、それが体に作用してくるっていうのにはちょっと時間がかかりますが、やっぱり劇的なものってね、毒なんですよ。なのでほんとちょっとずつ変えていく、ほんと漢方みたいな感じ、刺激を与えずにね、そんなにね、急に変えない。でもちょっとやることでやっぱりね、それでも変化っていうのはね、出てきます。なのでね、諦めないで、焦らない。あとはね、もうほんと体調悪かったらもう休む、しっかり休む。更年期はね、避けられないことではあるんですよね。生理が始まったら終わる。そう、人はね、生まれたら死ぬ。そこに向かっていってます。なのでね、もう絶対避けられない期間ではあるんですけれども、その期間をね、どう乗り越えていくか、どう過ごすかっていうものでね、症状が出たり出なかったり、多少出ててもね、そんなね、気にしないでいけるぐらいの、ことにはなるかなと思います。全然ね、生活しやすさが変わってきてしまうと思うので、今日私がね、お話ししてきたようなことにね、ちょっとだけトライして、生活のね、改善を行ってみるっていうのもね、一つの案かと思います。私はね、50歳っていうのはね、本当にもう今はね、人生100年の世界線に入っておりますのでね、あとはいかに何歳まで健康でいられるかっていうのが、ここからの鍵だと思うんですよ。100歳まで生きるのに、もう50から病気でずっと辛くてね、あと50年生きる苦しみっていうのはね、本当にやっぱりね、楽しく健康に自分の体でね、どこにでも行けて何でもできる、そういうね、あと50年をね、過ごしていくために今どう生きるか、今どう生活するかっていうのがね、かかっております。一生私は100歳になるまで女性としてね、生きていきたいと思っていますので、ぜひ皆さんもね、もうおばちゃんだからとか、そういうね、諦めたら、もうそこで試合は終了してしまいますのでね、女性として女性でいること、女性らしさを諦めないで、いつまでもね、美しく、その年で、その年の美しさを保てるように、別にね、50歳か20歳の若さをね、求めてもそれは無理なので、50歳なら50歳の美しさっていうのをね、キープできるようにね、そうやってね、生活していけたらいいかなと思っております。はい、ということでね、私がね、更年期の症状全くないのに更年期について語るというね、とんでもない回ではありましたけれども、私がね、日々過ごしている習慣としてね、ことが私の更年期のなさを手助けしてくれてるのかなと思いましたので、私からのアドバイスをシェアしました。なので、もしよかったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。あとはね、こんな更年期の症状あったよとかね、あるんだよとか辛いよとかでもいいですし、ちょっとね、こうしてみたら改善したよとかいうね、アイデアをもしありましたら、ぜひぜひコメントください。更年期っていうのもね、閉経の
前後5年間なので絶対終わるんです。明けない夜はないということでね、そこまでね症状に負けないようになるべく健やかにねこの10年を過ごしていきましょう。というわけでウェルネスオーバー50でした。また次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。